してみるの初めてです。おお、どうですか吉井君。箱みたいなスカイラインなんで箱スカっていう通称なんですけれども、はい、これは2000の GT ってやつです。で車の状態をちょっと見ていただくと、結構綺麗で、ホイールがロンシャンっていうのの、復刻版かな。であとマフラーはステンレス製のデュアルタイプの、GTR っぽいラッパ型なんですかね。はい、一回ねフルレストはしてるらしい。L28のエンジンに、乗せ替えてある。こうやって開く。メシャみたいな。そうですね。このハロゲンのオレンジ、これがいいんですよ。かっこいいね、めちゃくちゃ。せっかくなので試乗もしたいと思います。はい、吉井君おはようございます。おはようございます。今日は7月3日、時間は10時半、気温は27度、第2弾の動画です。ちょっとうるさいから止めようか。そうで、前回に続き、はい、今回も箱スカ動画、こちらの車の第2弾ですね。はい、なんですが、前回さ撮ってじゃあ試乗行こうって撮ろうとしてたじゃないですか。はい、でいろんな動画をちょっとヨッシーにも撮ってもらってたじゃないですか。はい、そしたらバッテリー上がっちゃいましたよね。バッテリー上がってました。バッテリー上がっちゃいましたよね。はい、見たらもうバッテリーがそもそも死んでてお亡くなりになってましたんで、はい、なんで先週撮れなかったんで、今週ちょっと撮り直しという形になって、1週間だ2週にかけての動画になっちゃったっていう感じですかね。はい、で一応バッテリーはもう変えてあるんでこいつに変えました。あ、これで、はい、まあいいんじゃないかな。元ついてたのがちょっと安めのバッテリーでもう2年3年前ぐらいに多分前のオーナーさん買ってるから、はい、でそこから交換して、でそこから多分全然乗ってなかったと思うので、はい、やっぱバッテリーがもう弱ってて、ちょっと試乗するにはこの旧車ですからちょっと怖いなっていうところがあったんで、そうです、変えて新しいので行きましょうという感じです。 OK ですか。はい、はい、まあ車の内容ね、前回お話した通り昭和46年式、スカイラインの 2000GT ですね。 GTR じゃなくて GT の GTR 仕様という形になってて、ちょこちょこ社外品ついてます。細かいのは前回の動画見てもらえればと思いますので、はい、今日は試乗にちょっと特化してやってみましょう。はい、果たしてこの車どんな車なのか、よし全く乗ったことないから分かんないでしょ。全く見当つかない。全く見当つかないね。はい、で幸いなことに今日は最高気温でも32度かちょっと辛いね。はい、ただ日差しが出てないんで、はい、まだいいと思います。エアコンないんで。エアコンないんで。そうそう、これ炎天下の気温35度40度とかだとちょっとこの車乗れないと思いますので、はい、まだギリギリいけんじゃないかなと思いますから OK ですか。はい、はい、じゃあ乗っていきましょう。はい、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあよし君今から試乗コースいつもの来ましたんで行きましょう。はい、暑いですね。めっちゃ暑いです。山見てください。山っす。涼しいところに行きましょう。はい、OK。じゃあ乗るんで乗ってもらって、はい、ちょっと出すね。よいしょ。でシートベルトがあるからね。シートベルトはこのドアを開けて、その横端っこ持っててあげる。それをギューッと引っ張って一回引いたら戻るないから、とにかく引っ張ってはめて少し引っ張ってこの2点式なんではめて OK はめて、ここで OK と。これしかないから、ここないから。これ合法ですか。もちろん合法です。不安。ちょっとね、暑いね。行きましょう。ウッドハンドルこれ良くない。めっちゃ汗で滑る。ああ、ツルツルしそう。はい、
ユージ君エアコンないんで、はい。エアコンないんでそのようめです。ちゃめちゃ暑いんですけど、気温もついに30度になりましたから。いや、すごい。ブレーキの効きがね甘いんだよね。でもともとまあ古いからさ効かないのは分かってるんだけどさ、はい。なんか効きが悪いんじゃなくて甘い、深い甘い。っていう感じがしてるんですよね。オッケー行こう。どうですか？パワーはありそうな。もうありそうでしょ、あんまないそして若干下がかぶってんなーって感じ。あ、そうですか。まあね、さっきここに来るまでヨッシーと一緒にさ、はい。ちょっと走ってたり撮ったりしたじゃん。はい。まあプラグはちょっともちろん見てたんだけど、はい。多分キャブ車だから、まあ、アイドリングのエリア、まあなんだろうな、下のエリア上のエリアっていう形でこのニードルってこの間話したけどさ、はい、あれがそれぞれ違うと思うんだよね。はい、なんかちょっと下のこのほらほらね、わかるでしょっていう感じでちょっとあれなんだけど、ちょっと回して走ってあげないと、はい、かぶっちゃうんじゃないかなこれっていう気はしてます。あとはね、やっぱキャブ車だから、はい、夏セッティングやってるのか冬セッティングやってるのかでも多分違うと思うんだよね。酸素の量が違うからさ、はい、まあこの車をもし乗るのであれば、はい、やっぱりキャブ車だからね、キャブの再セッティングっていうのは必須なんじゃないかなと思うよね。はい、でもね、意外と乗れる普通に。さっきあれか、アイドリングしすぎてたからちょっとかぶっちゃったのかな、はい、今もう普通だもんね。ああ、普通ですね。はい、乗り心地もそんなに悪くないでしょ。いや、思ったよりはいいですね。ね、はい、いかせ暑いよね。このでも三角窓のこの入ってくる風は、はい、すごく大事、絶大です。必要ですね。必要です。だから低回転で走ってると良くないのかな。あ、違うな、全然回転触ってねえな難しい。今もうこれで普通になりました。なんか2、3000から4000ぐらいで走ってるのがいいのかもしれないね。あとやっぱあれだね、エアコン欲しいね。夏は大変ですね。ちょっとね、まあ夏乗る車じゃないとはいえ、やっぱ夏も乗りたいじゃんしさ、はい、夏じゃなくてももうこのご時世今暑いからさ。そうですね、車が持つのかがそもそも心配ですけど。そうだよね、はい、ただこれね、水温一応まあこの純正メーターを当てにするんだったら、はい、水温今、まあ、70度ぐらいか、70度から80度ぐらいだから、水温は結構安定してんだよね。オーバーヒートしそうな気配は今のところはない。でさっきねちょっと走っててエンジンルームを開けたけど、はい、別になんかキャブ沸騰してるのも何もないし、別にガソリン臭くもなけりゃ、はい、オイル臭くもないし、まあ、全然いいんじゃないっていう感じ。アフターファイヤーがすごいね、パン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 ねどうですか、感想は。いや、もうちょっとしんどい乗り心地かなと思ったんですけど、意外とそんな変な感じじゃない。変な感じじゃない、はい、すげえ暑いよ。暑いだけとりあえずは旧車乗りの方尊敬する尊敬しますよね。
でもちょうどこの間雑誌買ってさ、箱スカ特集やっててさ、やっぱスターロードさんのそのエアコンキットみたいのを検証とかでやってたんだけどさ、まあ、やっぱあった方がいいよね。30万20何万とかだったかな、キット組むの。キットでね、まあパワーステはね意外といらない、全然なくても大丈夫みたいな。それよりやっぱエアコンそう欲しいですね。なんかブレーキのかかり方ちょっと違和感あるな。そうだね、だからこの車やるとすると、まあ、やっぱりブレーキ、ブレーキなのか足回りがちょっとこうアライメントが合ってないのか、タイロッドがダメなのか、そこら辺の足回りがどういう仕組みになってるのかちょっと分かんないけどさ、なんかそこら辺見直したいよね。まあそれで直んなきゃブレーキちょっともう一回見直したいよね。でも前のお客さんね、ブレーキね、ホースとローターとかね変えてるんだよね、新品に。そうなんですね。そう多分そうそれはやったんだけど、でも症状改善されてないから、まあそこら辺やって、まあ、あとさっきも言ったようにキャブのセッティングやってあげて、まあ、あとは気になるね、耐えられなければエアコンキットつけてあげれば、それで OK っていう感じじゃない、っていう気がするけどね。ミッションの入りはね、いいですか。5速ミッションね。音速5速、こういう走り方は多分しない方がいいと思うんだけど、走ってるとどう？涼しい？やっぱ止まってるよりは全然風入ってくるんで。だよね。でも暑い。暑いのは暑いです。めっちゃ暑いです。めっちゃ暑い。そうか。やはりめっちゃ暑いか。それもちょっと聞いてみたいよね。その実際に旧車乗ってる方が、夏どういう対策を取られてるか。もうあれよ。さっきのあれだけど、うちでこの車の飛ばすやつ、これを持ってきてさ、信号待ちでこれちょっとやるぐらいしかさ、やりようなかったもんね。まあアイドリングはね、低く安定みたいな、でちょっとずーっと長時間アイドリングやってるとちょっとばらついてくるみたいな感じ、でそうするとやっぱりちょっと回してかぶってんのか何なのか、セッティングが合ってないのか調整してあげないとちょっと厳しそうな感じかな。あとやっぱね、形状的にっていうか、やっぱこういう旧車だからさ、純正シートの方が合ってるのは間違いないんだけどさ、にしてもこのレカロシートがこれかなりいいな、このセミ負け。レカロ、すげえ座り心地いいし、ホールド性もあるし、まあ旧車にはちょっと合わないけどね。今の分かる？このブレーキかけるときにちょっとこっち行くの、ほらちょっとこうクイッとなる。そうちょっと持っていかれるんだよね。だからこっちの方が利きが早いのか。でもね、利きでこうなるのはあんまないんだよな。結構足回りなんだよな。でそれをその前のオーナーさんもさ、そういう症状があるんだよっていうのは俺言われてて、それ直さないんですかみたいな話になった時に、まあ旧車だからこんなもんでしょみたいなっていう感じでずっと乗ってたので、でもやっぱり、まあ、旧車だからこんなもんでしょでもいいんだけど、まあでもやっぱこういうところはちょっとしゃっきりしていきたいよねっていうのは個人的な感想だよね。だから本当にちょっとね、まだ売らないどうしようみたいな感じじゃん、この車自体を、だからもし俺が乗るんだとしたら、さっき言った足回り、ブレーキ、なんだっけ、キャブ、エアコンか、ここら辺やって乗りたいかなっていうふうには思うんですね。ちょっと大通りで
走りだよね、アメ車みたいだよね、音がね、重厚感があって。で止まると激アツだね止まれないし、マジで激アツだね。でも今日今撮影しながら撮りながらさ、ぐるぐる回ってるけどさ、もう何キロ走ったかな。でも5、60キロは普通に走ってるからね。さっきのそのちょうど出だしさ、ちょっとかぶってたじゃん、それぐらいしかんって思う違和感はないもんね。まあとはいえね、その一番初めのさ冒頭でも説明した通りさ、ヨッシーはもちろんのこと、俺もやっぱりこの年代は全然世代じゃないからさ、分かりませんって話や。だからもしかしたら今この試乗動画で旧車乗りの方とか詳しい方なんかは、あそこがダメなんじゃない、ここがダメなんじゃないみたいのがあれば、まあそういうのを教えてもらえるといいよね。ぜひ知識を共有していただけると、またね次乗る人が助かると思うしね。もしくはそもそもね、気温30度で乗ってんじゃねえっていう話になるのかこんなところですか、じゃあこのまま乗ったまま閉めます。もういいですか。ちょっとそろそろ暑いっすそうだよねそうだよね。じゃあ閉めましょう。まあね、この動画ちょっとこの車まだ売るかどうかは悩んでるけど、とりあえず紹介してみたみたいな感じの、動画でございまして、で、まあ、何せ知識がないもんで、まあ最低限のね車屋さんとしての知識は持ってるって自負してますけれども、まあ、やっぱり専門の車ならではの、必要な知識は多分僕は欠けてると思うんですよね。だからそれをここが欠けてるよ、ここがおかしいよっていうところがあれば、まあ、ぜひ教えていただきたいっていうのは一つと、であとはもう一つやっぱまあ、ちょっと売るか売らないか、まあ、悩んではいるものの、どうすっかね、まだそれで所有できればしたいなとは思ってますと、でも何台もちょっと車あるもので、実際に持ってたところで乗り切れるのかなっていうのは不安があるわけじゃん、だからどうしようかなっていう感じで、だからもしこのね箱スカ欲しいっていう方がいて、でやっぱり知識がない人が買うのはちょっと危ない車だと思うし、でさらにそれをサポートも僕は満足できないと思うので、ある程度やっぱ最低限知識持った方とか、まあ、やっぱそういうその知識があるバッグがついてる整備士さんとかがいるとかさ、そういう人たちが買ってもらう分にはいいかもしれないね、まあ、それでもし欲しいっていう人がいたら、まあ、一応お問い合わせいただければと、まあ、ただ一応ちょっと買った値段もあるものですから、値段もちょっと決めづらいよねこの車ね。だからまあなんかこのくらいの金額だったら欲しいみたいな感じで言ってもらえた方がいいかもしれない。なんかいくらで売りますとかって出すような感じではないかな、しばらくは。オファーもらって、まあ、金額がね、まあ、500万とかね800万とかじゃ売らないからさ、やっぱり1000万から全然超えてきちゃう車にはなると思うんですけど、まあ、そこら辺のそのオーダーをじゃあね、分かんないけど1000何百万で買いたいです見たいですっていう人がいれば教えてもらえればと思いますって感じですかね。で逆にちょっと見たいですとかっていう方はね、ちょっとセキュリティもあるし、その別のところにも置いてあるっていうのがあるので、やっぱり買う人だけ買いたい人だけにちゃんと見ていただきたいっていう、まあそんな感じなのかな。ちょっとね殿様商売みたいになっちゃいますけれども、OK ですか。はい、じゃあ今日はこんな感じで箱スカ動画は、前半が車の止まった状態でのざっくり紹介で、でそれがもしかしたら2分割になるかもしれないでしょ、そうだよね。で後半はこの試乗の動画で、でもう一つはね、そのいつもやってるマフラーサウンド的な、ところの動画も撮りましたんで、ぜひ気になる方は見ていただければと思います。OK ですか。お願いします。じゃあ本日ご視聴ありがとうございました。また引き続きお願いします。ちょっと避けてください。車をしまいますんで動かしてください。ジムニーの後ろに止めてほしい。お、いけるやん。
イライ重しだからね、ハンドル切るの遅いとダメですよ。 OK で前OK。 お、いけるね。ヨッシーでも運転できれば誰でも運転できるよ。そんなシビアな感じではない。そんなシビアな感じではない。いいんじゃないですか。はい、じゃあまた引き続きよろしくお願いします何の動画やねん。はい、お疲れ様です。変わってしたい。変わったってことですかこれは。バンパー変えやつ。あ、変わってますね。これ変えて、これも変えて、で足回りもアームとか縦だから変えて、はい。あと後ろ見づらいからこれも変えて。どうですかこれっていうのがあるから、こいつもあるし3人もあるから、箱スカはちょっとね、どうしようかなと思ってるんですよ。持て余しそうですね。持て余しそうだいぶ。そうだからまあ今ちょうどね取りに来たばかりなんで、箱スカに関しては、まあ、買いたい人がいらっしゃって、であとは値段的なところも含めてね、条件が合えば、はい。買っていただければって感じですか。はい。はい、じゃあ今日はそんな感じで終わりましょう。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。今日はですね、平成13年式の2月登録のスープラ、グレードは RZS、フロントバンパーがワリスのエアロ RSR、全然数がなくてスープラの RZ の方が少ないんですよ。